お世話になっております。マサルです。いよいよ今回は Linux のターミナルに飛び込んでいきたいと思います。ターミナル、コマンド、シェル、いろんな言葉が出てきますが、一緒に少しずつ勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは早速ターミナルから説明していきます。ターミナルとは簡単に言うと機械と会話をする場所です。よくエンジニアが黒い画面に向かって文字を入力していますよね。あの黒い画面がターミナルです。最初は黒い画面を見ただけでなんだか緊張してしまいますが、機械と会話をする場所と思えば少し気が楽になりますよね。日頃皆さんはマウスを使って視覚的に機械を操作していることが多いと思いますが、 Linux の環境ではマウスが使えない場合があります。そのような場合、ターミナルに文字を入力してコンピューターを操作する必要があります。実際の現場ではターミナルを使って Linux を操作することが多いので、 Linux 技術者として身につけておきたいスキルです。ここで CUI と GUI という言葉を紹介したいと思います。 CUI とはキャラクターユーザーインターフェースの略です。キャラクターとは文字や記号という意味です。アニメやゲームのキャラクター、登場人物とは意味が違うので気をつけてくださいね。 CUI 環境とはコマンドという文字列を入力して機械を操作します。 CUI 環境のメリットはコンピュータの負担が少なかったり、どんな操作をしたのかというログが管理しやすいというものがあります。一方、デメリットは何かというと、皆さん分かりますよね。それは操作が難しいことです。なので一緒に CUI の操作も頑張って覚えていきましょう。そしてもう一つが GUI です。GUI はグラフィカルユーザーインターフェースの略です。グラフィカルは視覚的なという意味です。つまり目で見てわかるということですね。 GUI は一般的なパソコンで利用されているので説明するまでもないですよね。マウスなどを使って視覚的、直感的に操作をすることができます。 GUI のメリットは初心者でも扱いやすいこと、デメリットはコンピュータに負荷がかかりやすかったり、ログの管理が難しい場合があるということです。まずは CUI と GUI のイメージつきましたか？我々が Linux で勉強するのは基本的には CUI による操作です。ちょっと大変なんですが、一緒に勉強頑張っていきましょう。それでは早速ターミナルについてもう少し詳しくお話ししていきます。ターミナルとは機械と会話をする場所でしたよね。ターミナルでは文字を使ってやりたいことを伝えます。文字と書きましたが、チャットのような自由な文章ではコンピュータは理解することができません。コマンドという決まったルールを使って機械と会話をします。今回は例として pwd というコマンドを使って機械と会話をしてみましょう。 pwd とは諸説あるんですが、プリントワーキングディレクトリの略だと言われています。プリントとは画面に表示をする、ワーキングとは自分が作業中、ディレクトリとは Windows のフォルダのようなものだと思ってください。つまり今自分がどのディレクトリで作業しているのか画面に表示してくださいというコマンドです。 GUI 環境の場合、フォルダをクリックすることで自分がどのフォルダで作業しているのかを視覚的に理解することができますが、 CUI 環境の場合、自分がどこのディレクトリにいるのかわからなくなる場合があります。そこで pwd というコマンドを使って自分がどのディレクトリで作業しているのか画面に表示して確認することがあります。では早速デモをやってみましょう。今回はキラーコーダというサイトを使ってデモをやります。キラーコーダは無料で Linux 環境を Web ブラウザを使って利用できるウェブサイトです。詳しい使い方はこちらの動画で説明しているので、一緒にキラーコーダを使ってみたいという方はこちらの動画を参考にしてください。
デモをする前に簡単な注意事項です。これからコマンドを入力しますが、コマンドは小文字で入力するようにしてください。そしてキラーコードの環境の場合、どんなコマンドを打ってもすぐにやり直すことができます。今は練習なので遠慮せずにどんどんいろんなコマンドを試してみてくださいね。最後にコマンドを入力したらエンターキーを押して実行することができます。それでは pwd コマンドを実行してみましょう。それではキラーコーダの Ubuntu 環境を使って pwd コマンドをやってみましょう。pwd と入力してエンターを打ちます。その結果、あなたはルートディレクトリにいますという情報が表示されました。とっても簡単ですよね。今見ていただいたように pwd コマンドを実行することで、私が作業しているディレクトリを画面に表示してくださいと機械に話しかけて、機械があなたはルートディレクトリの中で作業していますよと応答してくれました。 CUI は一見無機質ですが、こんな風に会話をしていることをイメージすれば苦手意識も薄まっていきそうですよね。では次にシェルについてお話ししてみたいと思います。シェルとはターミナルからの会話を最初に聞いてくれる受付さんのようなイメージです。シェルがユーザーのコマンドを受け付けて、その内容をカーネルに伝えて、カーネルがコンピューターを制御します。その結果得られた答えをまたシェルが受け付けて、シェルがユーザーに理解しやすい形にして応答します。ここでカーネルという言葉が出てきましたね。カーネルは前回の動画で勉強した内容です。カーネルとは OS の核として存在してコンピューターを制御します。ユーザーがカーネルを直接操作をすることは難しいので、シェルが受付係になってコマンドを受け付けてカーネルに情報を渡してくれます。シェルとはターミナルの中にいる受付さん。なんとなくイメージできましたか？シェルにはいくつかの種類があるので、ここで代表的なシェル2つを覚えておきましょう。まずはバッシュです。バッシュは Linux で一番よく使われているシェルです。試験でもよく出題されているので、まずはバッシュから使っていきましょう。そして Z シェルはバッシュよりも高機能なシェルです。ユーザーの用途に応じてカスタマイズしやすいという特徴がありますが、今は存在だけ知っておけば OK です。シェルにはいくつかの種類があって、一番メジャーなのはバッシュ。バッシュよりも高機能なものとして Z シェルがある。この2つをまずは覚えておきましょう。それでは最後に穴埋め問題を使って理解度をチェックしていきます。ターミナルとは機械と会話をする場所でしたよね。ターミナルでは何を使ってやりたいことを伝えるのでしょうか。ターミナルでは文字を使ってやりたいことを伝えます。文字と書いていますが、厳密に言うとコマンドでしたよね。コマンドを使ってやりたいことを伝えます。今回は例として、私が作業しているディレクトリを表示してくださいというコマンドを使ってみました。ではそのコマンドは何コマンドだったでしょうか。覚えていますか？アルファベット3文字です。正解は pwd です。プリントワーキングディレクトリですね。プリントは画面に表示する。ワーキングは自分が作業中。ディレクトリは Windows のフォルダと同じようなものだと思ってください。今自分がどのディレクトリで作業しているのか画面に表示してくださいというコマンドが pwd です。そしてシェルについてもお話ししました。シェルとはターミナルの中にいる受付さんのような存在です。シェルがコマンドを受け付けてカーネルに渡して、カーネルがコンピューターを制御します。カーネルとは OS の核となる存在というのは前回の動画でお話ししましたね。そして今回は覚えておきたいシェルを2つ紹介しました。Linux 標準で広く使われていて、まずはこれを使いこなそうと紹介したシェルは何だったでしょうか。まず覚えておきたいシェルはバッシュでしたよね。まずはバッシュを使っていきます。そしてバッシュよりも高機能でカスタマイズしやすいものがあると紹介しましたが、このシェルの名前は何だったでしょうか。バッシュよりも高機能でカスタマイズしやすいシェルは Z シェルでしたね。シェルにはいろんな種類がありますが、バッシュと Z シェル、この2つから覚えていきましょう。それではエンディングです。今回はターミナルについてお話ししました。
最初は慣れないことばかりで大変だと思いますが、やはり触ってみるのが一番理解しやすいです。さらに触って動かしてみた方が楽しいですよね。皆さんもキラーコーダや自分の Linux 環境を使って動かして楽しみながら Linux 勉強してみてくださいね。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独、質問できる環境が欲しい、職場以外の人とつながりを作ってみたい、そんな方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube アカウントを連携すると参加することができます。参考までにこちらは2025年5月のスケジュールです。Linux の勉強会はもちろん、CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、さらには英語教室があったり、ペン字教室、さらにはキャリア相談会などのイベントもあったりします。気になる方はお気軽に参加してみてくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。